稼ぐ人と稼げない人の決定的な違い。こんにちは。一生使える勉強法を書いているアッキーです。それでは今回は稼ぐ人の成功習慣5選について解説していきます。今は人生100年時代です。80年生きるのと100年生きるのでは描くべき人生プランが全く違います。その中で特に厄介なのがお金のやりくりです。寿命が延びれば当然老後のお金がもっと必要になります。しかし少子高齢化で老後にもらえる公的年金は減っていきます。さらに会社の寿命が年々短くなっているため、就職してからずっと一社で働き続けるのが難しくなってきています。今は数十年先までその会社が生き残っているか全く予想できない時代です。このように様々な変化が起こる時代に対応するには稼ぐ力をつけることがとても大事です。そして稼ぐ力を作るにはある成功習慣があります。この動画では稼ぐ人の成功習慣を5個解説していきます。ぜひこの動画を参考にして稼ぐための習慣を身につけて実践してください。そして確実に稼げる人生を自分の手で手に入れてください。参考になった人はいいねやコメントいただけると嬉しいです。またあなたが実践したい考え方をぜひコメント欄で教えてください。1個目、お金は中立でありただの道具である。もしお金持ちになりたいのであればお金への否定的な思い込みをまずは捨ててください。例えばお金を欲しがることは醜いことだ、お金は汚い、お金持ちはずるいことをしている、こう考えるのはやめてください。お金持ちになりたい気持ちがあるならお金を稼ぐことへのマイナスのイメージを全て捨ててください。お金っていうのはただの道具です。確かに汚いお金の稼ぎ方はあります。しかし汚いお金っていうのはないです。お金はあくまでも中立です。お金へのマイナスイメージは過去の経験から来ることが多いです。それを変えるためにも実際にお金持ちの人の話を聞いたりお金持ちになるための本を読んでみてください。2個目、2つの給料袋。あなたの収入源は1つではないですか？1つだとかなり危険だと思ってください。人生100年時代には様々な変化がこれからも起こります。2020年のコロナウイルスをきっかけに世の中の変化はさらに加速しました。この変化に飲み込まれずに安定を手に入れるためには2つの給料袋を持つことが大事です。それは副業をして複数の収入源を持つことです。また資産形成や株をやることもお勧めします。1つの収入源ではなく2つ以上、つまり複数の収入源があることによって1つの会社や得意先に依存しなくなります。そうすれば本当に会社が嫌になったら辞められる精神的な余裕が生まれます。その結果少しずつ自分の好きな場所、時間、人、内容で仕事をすることができます。上司に命令されて言われたことをやるのではなく、ぜひ自分から仕事を選べるようになってください。そうすると自然と仕事が楽しくなっていきます。仕事が楽しいという感覚はお金を稼ぐこと以上に価値のあることです。つまり給料袋を2つ持つことは金銭的な安定と精神的な安定の両方を手に入れることができます。3個目、致命傷を負わない程度の適正なリスクを取る。最速で成功するためには最速で小さな失敗を繰り返すことです。誰だって失敗するのは嫌です。でも失敗することなく成功することはないです。幼少期の頃を思い出してください。例えば自転車に乗るために練習した時や鉄棒の逆上がりの練習をした時、何度も何度も転んで失敗してだんだんできるようになったはずです。一回失敗しただけでもう人生終わった、もう乗らないと思わなかったはずです。いろんなことを誰よりも早くできるようになりたいなら誰よりも早く失敗を繰り返すことです。最速で成功したければ最速で失敗を繰り返すことを恐れないでください。しかし全てを失うような大きなリスクだけは避けてください。つまり適正なリスクを取ることが大事です。大怪我を負うのではなくて小さなかすり傷を負うことを選んでください。ここでいう大怪我を負う選択とは、本業を辞めていきなり独立をしたり全財産を危険な投資に入れることです。一方適正なリスクとは、本業を持ちながら
副業や資産運用をできる範囲で始めることです。適正なリスクを判断するためには、リスクとリターンを比べてリスクをコントロールすることです。4個目、人生100年時代を生き抜く3つの武器。今の時代は残念ながら出世の価値がだんだん下がってきています。今は会社の寿命が短くなっているため、出世による安定は幻想になりつつあります。人生100年時代を生き抜くためには、出世コースから外れても大丈夫だと思ってください。学歴が良くなかったり、いい会社に入っていない人も逆にチャンスがあるってことです。しかし、出世を目指さないことと会社の仕事を適当に行うことはイコールではないです。そこは勘違いしないでください。それでは100年時代を生き抜くために身につけるべき3つの武器を解説します。この3つは本当に大切です。すべての人がぜひこの3つの武器を身につけてほしいと思います。1つ目はリーマン力です。リーマン力とはサラリーマンとしての基礎筋力のことです。サラリーマンの現場がビジネススキルを伸ばすための絶好のトレーニング環境になります。文章を書いたり人前で話すスキル、人間関係を良くするスキルはリーマン力です。これがないと仕事はできるようにならないです。リーマン力を身につけると業績のいい会社に転職もできます。景気に左右されずに収入も安定します。しかしその一方でリーマン力をどれだけ身につけても稼ぐ金額には限界があります。そこを抑えた上でまずはリーマン力を鍛えてください。リーマン力を鍛える3つの仕事の仕方を紹介します。自分ができているかどうかチェックしながら聞いてください。1つ目、上司から与えられた仕事をこなすだけではなく、自分から仕事を作れるサラリーマンになること。そうすることによって上司から見ると細かい指示を出さなくても仕事をしてくれる部下っていうのは重宝されます。また部下にとっても意味のないやらされ仕事が激減するため、労働時間が短くなって大きな成果を得ることができます。自分が仕事を作るという意識をまずは持ってください。2つ目はほうれん草についての問題点とマジックワードという解決策についてです。上司と部下の間では報告連絡相談が日常的に行われます。しかし上司っていうのは忙しいため、このほうれん草のタイミングが合わず業務に支障が出ることがよくあります。これを防ぐためのマジックワードは3分くださいです。これを使ってください。このセリフを聞くことによって上司は今聞くべき案件なのか判断することができます。またそのほうれん草にかかる時間を把握することができます。例えば3分いただけますか？明日の会議資料の進捗をご連絡させてください。そういうことで時間とテーマが上司にはすぐに分かります。そもそもほうれん草をしない人っていうのは社会人としてダメです。何か問題があったら報告をする、相談をする、連絡するをした上で3分くださいを使えるようになってください。3つ目はエッセンシャル思考という考え方です。仕事のできる人は仕事の選択と集中がうまいです。エッセンシャル思考とはより少なく、しかしより良くという考え方のことです。やらない仕事を決めてからやると決めた仕事だけに集中する思考法のことです。やらない仕事を決めると大きく成果に結びつきます。なぜなら仕事の8割は無駄なことが多く、残りの2割が成果に直結している重要な仕事だからです。大切な2割に集中するエッセンシャル思考を持っている人は成果を上げられます。まずは全力でやる仕事とギリギリの合格ラインでいい仕事を仕分けることから始めてください。そうすることであなたが集中すべき2割の仕事を把握することができます。続いて2つ目の武器は副業力です。リーマン力だけではなく副業力を身につけてください。副業力とは個人の力で稼げるスモールビジネスを自分自身の手で切り盛りするスキルのことです。副業力には大きなメリットがあります。1つ目のメリット、副業は収入が青天井ってことです。会社からもらう給料は安定しています。しかし急激に給料が上がることはないというデメリットがあります。なぜならあなたが会社の利益に大きく貢献してもそれをみんなで分け合う仕組みが会社だからです。一方副業は自分だけのビジネスのため利益は自分にだけ入ってきます。仕組み作りさえ上手に行えば収入は青天井に伸びていってサラリーマンよりも大きく稼げることができます。続いて副業力の2つ目のメリット、ボスが自分であることです。副業にはサラリーマンのような上司がいないため自分の裁量で仕事をすることができます。自分主導のビジネスのため常に自分がリーダー
であり社長です。自分の思うように仕事をコントロールすることができます。3つ目のメリットは評価が名刺代わりになることです。個人の実績や評価が積み上がると、それが名刺代わりになります。サラリーマンであれば業績を上げてもあなた個人の評価ではなく会社の評価が上がります。しかし副業ではあなたが実績を上げればそのまんまあなたの評価につながります。評価という最強の資産をあなたは手に入れることができます。副業で成果を上げて直接仕事が集まれば食いっぱぐれることはないです。ではどのような副業を選べばいいのか。それはテコが効いている副業を選ぶことです。つまり小さな力で大きなものを動かすテコのように少ない労力とお金で大きな利益を生み出すビジネスのことです。ここでは副業を始めるときに守るべき条件を2つ紹介します。まずは始めるのに大金がいらないことです。副業初心者の人が一発目のビジネスで成功するケースはほとんどないです。何回も新しいビジネスに挑戦するたびに何十万円と大金を失っていれば副業を続けることが難しくなってしまいます。副業は長い戦いです。もう失敗できない、もう後戻りできない状況にならないように初期費用を抑えることが大事です。続いて利益率が高まるかどうかです。利益率はどれだけ儲かるかの指標になります。例えば YouTube の動画を1本作って利益が10万円出たのに対して編集に9万9000円かかっていると利益率はたったの 1% です。一方編集費用を1万円に抑えられたら9万円儲かるため利益率は 90% になります。利益率が低くても薄利多売を得意とする大企業だったり理解はできます。しかし個人のスモールビジネスでは勝ち目がないです。そのため利益率が 50% を見込めるビジネスを目指してください。ただし副業を始めたての頃は利益率がどうしても低くなります。その時は自分の労働力でカバーして極力大きな損失が出ないようにしてください。重要なのは今ではないです。今後利益率が高まっていくかどうかです。これらの2つの条件を含む最も効率のいい副業はネットを活用する副業です。 YouTuber、ブログ、ウェブライター、ネット物販など様々なビジネスがあります。ぜひ興味のある副業を始めてみてください。最後3つ目の武器はマネー力です。リーマン力を身につけて副業力を身につけた。それだけでなくマネー力を身につけてください。マネー力とはマネーリテラシーのことです。長期の積み立て投資で将来に備えることがこれからのお金との付き合い方の基本です。具体的なやり方っていうのはアッキーの投資アカデミアで解説しています。ぜひそちらもご覧ください。ここではお金との付き合い方で大切な3つのポイントを解説します。1つ目、まずは何を買いたいのか絶対に忘れないことです。お金は目的ではなくてあなたがやりたいことをやるための手段です。例えば老後どんな生活をしたいのか、どんな家に住みたいのか、どんな車に乗りたいのか、常に具体的なイメージを持ってください。そうすることで自分は何歳までにいくら稼がないといけないのか自然と見えてきます。2つ目、お金の罠に感情の面からはまらないことです。サラリーマンが引っかかりやすいお金の罠があります。家、車、保険、ギャンブル的な投資です。巧みなセールストークで感情を揺さぶられると騙されてしまう可能性があります。例えば働くのが辛いなら不労所得を手に入れませんかなどのセールストークに注意してください。感情よりもしっかりと数字で判断してください。3つ目、短期で稼ぐ投資はただのギャンブルという認識を持つ。投資とは基本的にリスクとリターンが同じくらいあるものです。すぐに大儲けできるチャンスがある投資っていうのはすぐに大損するリスクを抱えています。つまりほとんどギャンブルに近いと考えてください。投資と投機をしっかりと区別することです。例えば仮想通貨に20万円つぎ込んだら1ヶ月で2000万円になった話はあります。それは宝くじに当たったようなものです。再現性はないと考えてください。それにもかかわらずやたら再現性があるようにアピールしている場合は注意してください。5個目、稼げるまで諦めずに行動する。
副業やその他のやりたいことでなかなか成果が出ない人は途中で諦めてしまっている人が多いです。継続力っていうのは富を生み出す力になります。例えばブログで稼ぐためにブログを作っても1年目は月1万円も稼げない可能性が高いです。ブログっていうのはそういうもんです。しかしその後2年目で月収50万円に急成長することはよくある話です。1年目の芽がまだ出ていない時期を乗り越えられる継続力があるかどうかが成功の鍵になっています。3ヶ月で月収50万円稼げる人はほんの一部の話です。なかなか芽が出ないのであれば諦めるのではなく、まずはじっくりとゆっくりと稼げるまで取り組んでください。そして今この瞬間から行動してください。本や動画を見て学んでいるだけでは稼げることはないです。いつか始めようではなくて今から始めてください。何かを始めるのに遅すぎることはないです。年齢も関係ないです。僕たちは全員今が一番若いです。人生は100年時代です。今から始めてもたっぷりと時間はあります。あなたがチャレンジしたいことがあれば、自分が取れる適正なリスクの範囲内でかすり傷を負うことを恐れずに挑戦してください。解説は以上です。稼ぐ人の考え方をしっかりと学ぶことができたはずです。ほんの少しマインドと考え方を変えるだけで稼ぐ人の成功習慣が身近になります。とにかくリーマン力を身につける、副業力を身につける、マネー力を身につけることです。この3つの武器があれば人生100年時代豊かに生きていくことができます。今回の動画が勉強になったという人はいいねやコメントをください。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。